Starways 皆さんこんにちは。皆さんの一日、そして1週間はどうですでしょうか？ I hope your day and also your week went well。 この角度から見てわかるかもしれませんが、今実は引っ越しの準備中なんです。で、どこに引っ越すかというと、マンハッタンに引っ越すことを決めたんですね。で、マンハッタンに引っ越す理由はやっぱりこの先、仕事の都合もありますけど、大学院にいつか戻ろうと思うので、今この時期に引っ越すのが一番いいのかなと思って大きい決断をしました。すごいナーバスですし、その分期待もあるんですけど、何事にもチャレンジしてみないと結果は分からないので、全体的に言うと楽しみです。でも怖い部分もあります。で、ルームツアーしたことなかったと思うので、少しちょっと簡単にルームツアーしますね。リビングなんですけども、ここに、実際ソファーがあって、コーヒーテーブルがあって、でテレビ台もあってって全部あったんですけど、昨日やっと Facebook マーケットで全部売って、で残り物は仕事用のデスクとか、あとここにはもう全部洋服を詰めて、キッチンはまだ食器とか入れてないので、これに包んで全部今日この後箱に入れて、それとあとこの上にベッドルームがあるんですけど、まだこっちは全然終わってないんですけど、トイレのこの小さい化粧品とか全部を箱に今日入れて、でベッドルームはもうドレッサーとここに全部あったんですね。でもそれも全部売っちゃって、本当にベッドと大きい鏡、そしてクローゼットはもうないので、もう全部箱に入れたので、そんな感じなんです。だから本当にこのお家は私正直大好きでした。すごい近所も静かでお気に入りな場所でしたね。だからすごく正直悲しいです、ここを去るのは。椅子とかソファーとか全部売ってしまったので、この地べたからちょっとこれを撮影してるんですけども、一人暮らしを始めて1年が経つんですね。で、一人暮らしを始めて良かった点と悪かった点を言うと、やっぱり私は大学を卒業した後すぐに一人暮らしを始めたんです。で、引っ越した場所は家族や友達からすごく離れた州に引っ越したんですね。で、知り合いもここ誰一人いなくて、引っ越す前にここのエリアのこととかいろんな情報を知りたかったのですが、なかなかその知り合いがいなかったため聞ける人がいなかったんです。だから引っ越す前もすごく不安で、こっちに実際引っ越してきた時も仕事が終わった後、誰かと話したくてもその話せる相手もいないし、もう毎日のように家族に電話してこの先不安で、正直に言うと本当に毎日のように泣いてました。その時はこれからこの先どうやってやっていけるのかあまり自信がなくて、今思うとこれも大人の第一歩だったと思うんですけども、初めての家賃の支払いとか、大学のローンとかタックスをやったりとか、全て初の体験だったんですね。で、これも全て一人でやらなきゃいけなくて、誰か助けてもらいたくても聞ける人がいなかったので、それがもう本当に不安で、でも毎日一人暮らしを続けてるうちにだんだんそれに慣れていく自分に気づいて、で慣れていったんだなってことは、自分も一人の大人の女性として成長したんだなって思ったんです。だから今全て振り返ってみると、それはやっぱり辛い時や悲しい時一人でやっていかなきゃいけなかったかもしれないけど、この期間中誰かに助けを求める前に自分と向き合ってどうやったら解決できるかとか、自分との戦いだったんですね、一人生活は私にとって。だから今思うと全ての経験が私一人の大人として成長できたんじゃないかなって思うんです。で、今やっぱコロナもやっぱり全然まだ改善されていないので、本当だったらこの引っ越しも家族や友達に手伝ってもらいたかったんですけども、リスクを背負いたくないので、引っ越しは全部一人でやろうかなって思ったんですね。で、引っ越しも一人で全部やる
ってのはやっぱり一人暮らしっていう経験がなかったら多分できなかったと思うんです。だから今全部振り返ってみると一つ一つの積み重ねがあってこの今に至るんだなって思うんですね。マンハッタンのミッドタウンに引っ越すんです。でそこに引っ越す時はルームメイトがいるんですけど、だからルームメイトがいるから今度次引っ越す時はやっぱり最初こっちに引っ越してきた時の不安とかはないと思うんですけども、でもやっぱり今までここに住んでた時に学んできたことをこの先にそれでも生かしていけたらいいなって思います。これから住むアパートメントはやっぱり今住んでる家よりも3分の1ぐらい本当に狭いんです。2ベッドルームとあとリビングルームじゃなくてダイニングルームとキッチンとバスルームでも本当に狭いんですけど、マンハッタンに引っ越すってのもいろんな不安がこれからこの先増えていくと思うんですね。いろいろ新しいことにチャレンジしてみないと結果がいいか悪いかわからないと思うんです。で私にとってこの決断はすごく大きかったと思うんですけども、やってみないとわからないし、今やりたいと思ったらやらなきゃなと思ってこの決断をしました。で一人暮らしを今考えている、方々やむしろ逆に親の立場から子供がこれから一人暮らしをする方々はやっぱりなんかいろんな意味で心配だと思うんですね。で私の経験からすると一人暮らしはしといてよかったなって思いました。やっぱりいろんなことに対して自分との向き合いだったのでそれは本当に良かったですし、私のママもすごい心配性なので最初ニュージャージーに引っ越すって言った時に何言ってんのそこ遠すぎるよってもうすごい心配で、でも逆に私のダディは You do your thing、全然もうなんかもうどうぞご勝手みたいな感じだったんですけど、今思うと本当に一人暮らしをしといてよかったなって思いますし、これから一人暮らしをする方々頑張っていきましょう。やっぱりそれなりにパーフェクトには全ていきませんけど、でも絶対何かにつながると思うんですね。だからみんな一緒に頑張っていきましょう。でニューヨークに引っ越したらまたニューヨークからいろいろなコンテンツを出していきたいと思うので、それもどうか楽しみにしていてください。最後まで見てくれた方々本当にありがとうございます。 Thank you guys for watching till the end. I know coronavirus is still out there, so please be careful when you go outside. Wear a mask, keep the social distance. I try my best as well. コロナはまだ本当に全世界でも全然改善されていないので、どうか外へ出かけるときは気をつけて外に出かけてください。あとチャンネル登録をしてない方々はぜひぜひチャンネル登録をポチッと押してくれたら嬉しいです。いいねもよろしくお願いします。Till I see you guys next time, please stay safe and have a wonderful life. 次に会えるまで皆さんどうか素敵な人生を歩んでいってください。ありがとうございました。Thank you guys so much. ポチー